皆さんこんにちは。お元気でしたか？ Speak Japanese Naturally のふみです。このポッドキャストでは日本語や日本文化について紹介していきます。今日のテーマは大人のためのタメ口の使い方です。タメ口っていうのはですやますを使わない話し方です。前回夫とタメ口で話すエピソードを取りました。ただ、その時にはタメ口とはどんなものかとか、どう使うかとか、相手にどう思われるかという説明をしませんでした。なので、今回はそういう説明をしたいと思います。タイトルに大人のとありますが、これは学生以外という意味でつけました。学生の間はタメ口を使う、使わないの関係がとてもわかりやすいです。どっちが年上で、どっちが年下かがわかりやすいからです。でも、大人になると、単に年上か年下かだけではなくなります。なので、どう違うのかとか、タメ口を使う関係とはどのようなものなのか、タメ口は相手にどう思われるのかなどについてお話ししたいと思います。タメ口は親しい人と使うと思っている人は多いと思います。それは一部正しいですが、一部正しくありません。なので、ぜひ最後まで聞いてみてください。ではまず最初に、学生同士では、誰にタメ口を使うのかを簡単に説明します。小学校までは年上の子に対してもだいたいタメ口です。小学校1、2年生はまだですますが上手に使えない子が多いです。なんで、例えば1年生が6年生にタメ口で話すというのはよくあることです。それが中学に入ると急に先輩に対してですますを使い始めます。先輩っていうのは自分より学年が上の人です。つまり中1の子にとっては中2も中3も先輩です。だから中1の子は中2と中3の子にですますを使います。中1っていうのは中学1年生のことです。高校生は高1、高2、高3って言います。先輩に対して後輩という言葉があります。後輩は自分より学年が下の子です。それから同級生という言葉があります。同級生は同じ学年の子のことです。同級生とクラスメートは意味がちょっと違います。クラスメートは同じクラスの子のことです。日本の場合、1年1組、1年2組、1年3組のようなクラスの名前がついています。で、1年1組の子たちは、クラスメートです。で、1年1組の子と1年2組の子はクラスメートではないですが同級生です。で、同級生と後輩に対してはタメ口を使います。で、これは逆にタメ口を使わなかったらちょっと変な人だと思われると思います。丁寧すぎて気が弱いみたいに思われてバカにされるかもしれません。
大学生までそんな感じです。ただ、大学の場合、年が上の子が、同級生にいたりします。その場合、その人に対してデスマスを使うことがあります。私が大学に入った時、1年先に入学した人が1年留年して1年生にいました。留年っていうのは同じ学年をもう一回やることです。で、その人は、大学生活の先輩なので、みんなデスマスを使ってました。ただ、浪人って言って、大学受験に落ちて、1年間、勉強をして受かっている人もいます。その人たちは、年が上なんですけど、一緒に入学していて、で、浪人かどうかって最初わからないので、その人たちにはタメ口を使ってました。では次は会社ではどうなのかです。基本的には学校と同じです。年上の人には、絶対にデスマスを使います。で、年下でも上司にはデスマスを使います。上司っていうのは自分より立場が上の人です。だから、先輩や上司がタメ口を使ってきても、後輩はデスマスを使います。これをあっちがタメ口で話してくるからと言って、こっちまでタメ口にしてしまったらまずいです。で、同じ年に入社した人を同期と呼ぶんですが、同期には基本的にはタメ口です。ただ、後輩については、同じ部署で親しくなった後輩にはタメ口が多いかなと思いますが、別の部署のあまり話したことのない年下の人にはデスマスを使うことが多いかなと思います。ただ、結構年が離れてくると、今度は逆にすごく年上の人も年下の新入社員にデスマスを使って話したりします。上司が部下にデスマスを使うのも普通です。使わないことももちろんありますけども。で、別の会社に何か仕事をお願いするときや、逆にお願いされるとき、別の会社の人とは年に関係なく普通はデスマスを使います。では、次、学校と仕事以外です。まず最初に、タメ口を親しい相手じゃない人に使った場合、どういう印象なのかをお話します。印象っていうのは、相手がどう思うかということですね。で、例えば、お店の人にタメ口で話すと失礼な感じがします。優しい話し方だったり、笑いながらだったらいいかもしれません。でも例えばコンビニでお弁当をレジに持って行って、これ温めてって言ったとすると結構嫌な感じがします。ニコニコしながら、これ温めてくれる？悪いね。とか言えばいいかもしれないですけどね。おとといお寿司屋さんに行ったんです。そしたら若い男性がお店の人に、大盛りってできるの？って話しかけてたんです。お店の人は60歳近い感じの女性で、その人はデスマスを使って答えてました。で、若い男性の方は、若いって言っても30代前半ぐらいかな。その後もずっとタメ口で話してて、口調もちょっと偉そうというか、威張ってる感じがしました。口調っていうのは話し方ですね。話す声のその高さとか、なんかそういう声から与える印象が口調です。
で、偉そうとか威張るっていうのは自分の方が立場が上なんだっていうのを見せてる感じです。で、私はそれを聞いてなんか嫌な感じの人だなって思いました。お店ではですますを使った方がお店の人に与える印象がいいです。あと、ありがとうじゃなくてありがとうございますがいいです。で、だからですね、親しくない人に失礼な印象を与えるという意味で、逆にわざとタメ口を使うこともあります。ちょっと前に息子の自転車がパンクしました。パンクっていうのはタイヤに穴が開いてタイヤの空気がなくなっちゃうことです。で、なのでその自転車を買ったお店に持って行きました。で、その時は高校生の息子と私の2人で行きました。そしたらお店の人がパンクだけじゃなくて、そのタイヤのチューブですか？それも全部交換しないとダメだとか、後ろのホイールも交換しないといけないとか、すごくいろいろ言ってきて、金額が5万円近くなりました。で、そんなにするのって思ったんですけど、絶対それはしないとダメですよ、みたいな態度だったんです。で、さらに実際に修理を始めてみて、何かの部品かなが合わなかったら、別の部品を買わないとだから、もっと高くなるかもしれませんって言われました。で、修理に5万ってそれだけでも高いのに、さらにいくらになるかわからないって、ありえないって思ったんです。こちらの同意っていうのはいいですかって言っていいですよっていうことですけど、同意なく値段が決まるっていうことじゃないですか。それで、それまで私はデスマスを使って話してたんですけど、その時は、それありえないって思わず、一瞬そこだけタメ口になったんです。そしたらお店の人が、ちょっと強気な態度を少しだけ引っ込めて、どうなるかわからないものはやらないことになって、その分少し減って金額が4万円ちょっとぐらいってことで自転車を置いて帰ってきました。で、帰りの車で息子と、絶対うちらなんか自転車のことわかんないと思って舐められてたよねって話をしました。舐められるっていうのは、ちょっとバカにするみたいな感じです。で、パパがいたらよかったねっていう話をしながら、あれパパだったら絶対、これさ、本当に必要なのとか、タメ口で言いそうだよねっていう話をしました。こういう時に、タメ口を使うと、ちょっと威圧的なイメージになります。威圧っていうのは、見た目とか声とか、そういう態度で相手を怖がらせることです。で、私はそんなに見た目が強そうじゃないし、息子はまだ高校生で子供なので、私たちがタメ口を使ってもあんまり威圧できないんですよ。でも夫は結構体も大きくて、見た目が怖いので、しようと思えば結構威圧できるんですよ。で、次の日、私のスマホに自転車屋さんから電話があって、今度は別の修理しないといけないところが見つかったから、追加で1万円以上高くなるって言われました。で、またかと思って、ちょうど夫がいたんで、電話を代わってもらいました。そしたら、夫が、私たちが帰りの車で想像していた通り、タメ口で話し始めました。あの自転車7万だよね。その自転車の修理に7万近くかける提案をすんの？それ、
客のこと考えてる？ 7 万だったら新しい自転車買えるよね。みたいな感じでした。横で聞いていても怖かったですね。大変威圧的でした。ですますを使っても威圧的になるんですけど、使わない方が余計怖い感じがあります。で、結局そのお店では修理しないことになって、夫が自転車を取りに行って別のお店に持って行きました。そしたら、1万5千円で、パンクも後ろのホイールの修理もその他安全に乗るために必要なことを全部やってもらいました。で、最初のお店にはもう二度と行かないだろうなって思いました。私の夫はお店の人にタメ口を使う人ではないんです。だからあの時はわざとタメ口を使ってました。わざとっていうのはその意識的にってことですね。自然にの反対です。で、そのタメ口があの状況ではこちらの考えを伝えるのに一番効果があるということを分かっていてやっていました。だから、タメ口にはそういう使い方もあります。それと関連するんですけど、タメ口は、子供とか自分より下って思う人にも使うものなので、相手にこの人私のことバカにしてるのかなって思わせてしまうことがあります。例えば、私の場合、年上の男性が私にタメ口を使ってくると、バカにしてるのかなって感じることがあります。例えば、私が一人でタクシーに乗った時などに、運転手さんで時々タメ口を使ってくる人がいるんです。でも思うんですけど、そういう人は私の夫が乗ったんだったら、夫には絶対タメ口で話さないと思うんですよ。だからそういう人にタメ口で話されると、舐められている感じがします。下に見られている感じです。多分でも本当にその口調、その話し方とかもかなり関係してくると思いますけどね。ものすごくニコニコしていい感じの人だったら、多分そういうふうには思わないと思います。で、あと今私、年上の男性って言ったんですけど、年下の男性でタメ口を使ってくる人はあまり経験がないので、どう感じるかわかりません。今言ったところで思い出したんですけど、ありました。前、外国の男の子なんですけど、20代ぐらいかな。私にタメ口を、使ってきてたんですよね。で、それは私が彼にタメ口で話したからだと思うんです。でも、20ぐらい年下の人に、タメ口で話されると、正直違和感があって、ちょっと、嫌だったんです。で、どうしよう、デスマスを使ってって言おうかなって思ったんですけど、なんか自分の心がすごく狭い気がして言えませんでした。なので、皆さん一応ここでお伝えしておくと、年上の日本人がタメ口で、話してきても、皆さんが、その人に話すときは、デスマスを使った方がいいと思います。タメ口を使ってほしい人は、多分、タメ口でいいよって言ってきます。なので、それを言われてない場合は、デスマスを使うのがいいんじゃないかなと思います。あと、年上の女性の場合なんですけど、タメ口で話されても、口調にもやっぱりよるんだと思うんですけど、バカにされてるって思ったことがないんですよね。もしかしたらそういう
タメ口で話してくる女性って多分夫にもタメ口で話す気がするんです。もちろん相手も女性だから、私が女だからってタメ口を使ってるっていう感じが、ないからかもしれないです。で、前に質問をもらったことがあります。年上の人と親しくなりたい。で、その場合にタメ口をどう使ったらいいかということでした。で、この場合はいい方法があります。感想とか独り言的なものを、タメ口というかですますを使わずに言うんです。例えば、一緒にカフェに行って美味しいものを食べた時に、美味しいって言うとか、お腹がいっぱいになったら、もうお腹いっぱいとか。で、例えばその相手の人の持っているものが可愛かった時、可愛いって、これどこで買ったんですかなんて言うと、少しだけですますが取れて、ちょっと親しさを出すことができるかなって思います。で、ただ、相手に質問している時のように、明らかに相手に話しかけている時には、ですますを使ってください。これどこで買ったなんて言うと、結構失礼な感じがします。その場合は、これどこで買ったんですかって言った方がいいです。で、年下の人に対しても、特に一番最初に会った時は、ですますを使った方がいいです。年下っていうだけで、ですますを使わない理由にはならないと思うんですよね。だんだん親しみを感じてきて、で、そしたら少しずつタメ口部分が、増えてくることはあるとは思うんですけどもね。で、じゃあ最後に、私が今どんな人にタメ口を使っているかをお話しします。私がタメ口を使う相手は、少ないです。まず、父と母、兄、夫、そして私の子供たち、それから、甥っ子や姪っ子です。で、私の義理の両親、つまり夫の父と母、それから、兄の奥さん、そして夫のお姉さん夫婦にはですますを使います。で、私のおじさんとかおばさんには、私はですますを使っています。ただ、今、私の姪っ子、甥っ子は、私とか夫に、ですますは使いません。でも、会う回数が少ない子は、ですますを使うこともありますね。私たちは使わないとしても。あとは祖父母、おじいちゃん、おばあちゃんですね。うちの子供たちは、祖父母にはですますを使っていないです。大体使わない子が多いかなとは思います。で、あと親には普通ですますは使いません。で、次、友達なんですけど、まず、ママ友の話からしましょう。ママ友っていうのは、子供を通して知り合った友達のことです。友達って言っても、親しい人もそうでない人もいますが、年が近い相手で、相手がタメ口を使うタイプの人の場合、私も使います。つまり私は相手に合わせることが多いです。で、相手が結構年上そうな場合は、相手がタメ口でも私はですますを使います。相手が年上だからです。で、ただ、ですますを使ってくる人には年齢に関係なく、私もですますを使っています。この年になるとあまりお互いに年齢を聞かないんですね。だから、ですますを使っておいた方が、ちゃんと
した人っていう印象を相手に与えると思うので、安全かなと思います。あと、私は割と親しい人にもデスマスを使っていることが多いです。この地域に引っ越してきてから知り合った人は、大体年上が多いんです。で、年上って言ってもそんなにすごく年上なわけじゃないんですけどね。で、ちょうど明日友人4人で飲みに行くんですけど、そのうちの1人は私より5つ年上で、もう1人は1つ年上なんですけど、私は2人にデスマスを使っています。5つ年上の人は、デスマスを使ってないです。で、1つ年上の人はなんか微妙に混ぜてます。私に対してデスマスとタメ口が混ざってます。で、あともう1人は年を忘れてしまって、もしかして年上な気がするんですけど、その人とは一時期一緒にある活動をしていて、毎日のように会っていた時期があるんです。で、その時にタメ口になったので、今もタメ口です。で、だからといって、今その4人の中で彼女と4人というか、私を抜いた3人ですね。3人の中で彼女と一番親しいかっていうと、そういうわけでもないんです。もちろん親しくないわけじゃないんですよ。一緒に飲み行くくらいだから。ただ、その、タメ口になった理由は、その、同級生みたいに、一緒の時を結構長い時間過ごしたからなんじゃないかなと思うんですね。で、今はあまり会ってないですけど、昔の中学とか高校とか大学の同級生に会ったら、もちろん私はタメ口で話します。でも、だからって、彼らと親しいわけじゃないんです。親しい友達もいますけど、親しくない友達でも、あれ、この人誰だっけって思っても多分タメ口を使います。それは単に同級生だからです。で、だからやっぱりちょっと一つ思うのは、タメ口を使うからといって、すごく親しいというわけではないっていうことです。基本的にはやっぱり同じ年の人で、ある程度時間を一緒に過ごした人とタメ口を使うということです。だから、よく日本語の友達って、ちょっと英語を例にしますね。英語で friend で訳しますけど、日本語の友達は英語の friend よりずっと意味の範囲が狭いです。日本語の友達は同じ年の親しい子のことです。だからタメ口は friend に使うと思っていたとしたら、それは違います。同じ年の friend に使います。だから逆に、同じ年じゃない場合、親しくてもタメ口を使わないこともあります。で、だからといって、親しくないわけじゃないんです。デスマスを使っていても親しいんです。だから、なんか、もしね、いつまでもデスマスを使われて、親しくなれない感じがするとは、思わないでほしいなって思います。デスマスを使っていても、親しみを感じていることはよくあります。はい。では、どうでしょうか。タメ口について、今まで思っていたことと違いましたか？それとも知ってたことだったでしょうか？ぜひコメントで教えていただけると嬉しいです。スティーブンさん、スーパーサンクスをありがとうございました。このチャンネルはまだあまり見られていないので、収益が少ないので、とってもありがたいです。感謝しております。最後に私のサブスクコースのお知らせです。
タメ口を使うにせよ、使わないにせよ、発音というものは相手に自分の言いたいことをうまく伝えるためにとても大事な部分です。実は発音だけでなくて、リズムやアクセント、そしてイントネーションもその相手にどういう印象を与えるか、どう思われるかという部分に関わってきます。で、私のサブスクコースではそういうことが勉強できます。リンクを概要欄に貼っておくので、ぜひチェックしてみてください。では、今日も最後まで聞いてくれてありがとうございました。皆さん、良い一日をお過ごしください。また次のエピソードでお会いしましょう。